高砂酒造営業主任の竹川正俊と申します。創業店舗元年、当蔵の特徴は、富士山伏流水、ここまでの地に来るまでに100年かかると言われてます。富士山の山頂の雪解け水、じわ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 流れ着いて、それがここまで来るのに100年かかるって言われてるんですよ。だから100年水とも言われてて、これが富士山本宮浅間大社涌玉池水系と同じ水系なので、よいしょ。今から蔵の方案内いたします。こちら製造工程なんですけども、これは、玄米から買いまして、玄米を買って、精米する。精米してから、それを、洗ってで蒸す作業になります。で麹作りを行い元立て、酒母というものを作るんですけども、でそこから酒母から三段仕込みでもろみ作りを行い、それを絞って火入れして、貯蔵する。そこから瓶詰めを行って製品になるっていう形ですね。うちの樽は全部藁なんです。もともとお酒ってありがたい商品で、ちゃんとね藁で作るようにしてますね。薬師如来像がいるんですけど、当時は火事が一番災害でした。蔵内にもいろんなところに仏様を祀って火事が起こらないようにしてるんですよね。手前の3体は本当に江戸時代の時の仏像だっていう話ですね。高砂の守り神なのでこういうふうにお見せしてるっていうことですね。ここへ蒸します。最大600キロまで一気に蒸せる蒸し器になりますね。これ蒸したお米をこの保冷器にかけて、こうに運ぶ。で切り返しを行い繁殖をこう増やすという蒸したお米、蒸したお米を、こちらにこう運んできまして、でこの上にですね高砂の山灰の乳酸菌が住んでいる部屋があるんですけども、そこまで運ぶんですが、その時にここにクレーンで上に吊り上げて、でその部屋の、乳酸菌のところにこうパタンと、蒸したお米を引き麹菌を発酵させて酒母を作る工程が上にあります。本当はここの上って入れないです。見れないです。普段は見れないです。実を言うと雑菌を入れたくないので見れないんですけど、手前までは見れるのでご案内しますんで。ここに当蔵の伝統酒を作る乳酸菌が住んでる部屋、ここはもう新鮮で、杜氏と副杜氏でしかこの中には入れない。作った時に酒税が入るもんで、こうやって容量のタンクの記載が昭和に入り製品にしてから、酒税が支払う形になったので、その名残です。これ絞りが、こちらに矢蓋っていう機械で、この中にもろみを入れてアコーディオンみたいに絞って、で最後に同じやつでこう圧をかけて、今のこのタンクに集めて、まずこちらで瓶の洗浄を行うんですけど、これすごい高性能な機械で、1回の洗浄で、ものすごくきれいに洗うんですね。ここからこっちのラインに入り、こう出てきて、ここでチェックを行うんです。チェックを行って、あそこで一回洗います、周りを。で瓶詰めの工程に入るんですが、あそこから出て、これが充填器なんですけど、あそこで充填を行います。で充填を行い、ここで打線を行います。打線してからここに出てきて、ここで一回チェック入ります。チェック入ってから、こう入り、先頭入り、そこで火を行って、で
ラベルを貼る形になる。で、できた流れていって完成した商品がここでこう積まれまして、それを瓶詰めして向こうに製品として運ぶ。こういう形で火入れも行い、何回も確認して、製品出します。サイクルはもうこれはこう意外と常識的になってきましたよね。黒、茶色、緑という風な形でリサイクル瓶を主に使ってますね。黒い瓶は光をシャットダウンさせるためにはそうですね、比較的こうよくすぐ飲んじゃう、ような例えば本醸造とか2019年にインターナショナルワインチャレンジ日本酒部門ですね、1480銘柄だったかな、その中で金賞を取って、さらにそれをトロフィーまでいただいたっていう商品ですね。これは高砂の本当に代表酒と言っていいお酒だと思います。こちらですね、山灰純米吟醸の、山田錦なんですけども、こちらは全量の富士宮産山田錦使ってまして、その中でも山灰純米吟醸という作りなんですけど、酒チャレンジという大会で金賞を取りました。さらに、去年にインターナショナルワインチャレンジという大会で金賞を取りました。連続金賞受賞2回してます。名古屋国税局優等賞っていう、賞状も国内でもいただいてます。見飽きしないっていうのがポイントですね。これが山灰の大吟醸。山灰の中では一番高価なお酒なんですけども、2020年のアナの成田空港の国際線のファーストクラスラウンジに、提供されるようになりまして、近年だと高砂の山灰も高砂山灰という形で聞いていただける方が多くてありがたく思います。これ純米の超うま辛という新しく作った酒質なんですけども、その年に、2020年なんですけども、その年にクラマスターで一応金賞を取りました。このお酒の特徴としては全部静岡産の米を使ってます。酒米と一般米使ってるんですけども、飲み口ですね、最初の飲み口がすごいこううまくフルディな感じ、余韻が大きく残る、辛口ですっきり切れるという。酒米も静岡産の、誉富士と山田錦ですね、あとコシヒカリを使っております。オール静岡県ですね。はい、リキュールも力入れてるんですけども、これ山灰の本醸造で作った梅酒になりますけど、日本酒で作った梅酒になりますね。ヨーグルト酒っていうお酒、日本酒から作ったリキュールなんですけども、これも山灰の本醸造からリキューにしてまして、ヨーグルトもちょっとこだわったヨーグルトを使ってます。静岡県でコロナ発症がこう広まるにつれてですね、アルコールが一時期なくなったんですよね。ドラッグストアになかったりとかスーパーになかったりとかなくなっちゃったんですよ。その時に多くの要望でこのアルコールを作ってくれっていう要望があって、その時は酒税とかそういうの関係なしだったので飲料化で作ったんですね。今高砂にできることということでそうですね、いち早くちょっとやらせてもらって、病院関係にも寄付させていただいたりとかもしました。本当に困ってたんでね。